皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから1週間経ったところです。時は6月中旬のある1日の昼下がりです。撮影を行った時の天気は晴れでした。その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で23度にまで上がりました。この地方としては初夏を思わせる程よい暖かさの日でした。今回は女王蜂の交代についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。さて、以前からお伝えしておりますように、この養蜂場には春から勢いが今一つ伸びない問題群があります。それは春先の3月に東蜂の被害に遭った群です。この群は春先の、さあこれからという大事な時期に貴重な蜜を他の群の蜂たちに大量に盗まれてしまったのですから、出花をくじかれてしまい、働き蜂の数がしばらくの間増えなかったのです。ただし5月中旬以降は群の勢いが急速に回復して、6月になったばかりのところで1段の巣箱に上の段を継ぎ足しして2段の巣箱の群にしました。当養蜂場の過去数年間の取り組みと比べると2段巣箱にした時期はやや早いです。というのも例年ですと平均的な勢いの群を2段巣箱の群にするのは6月中旬のことだからです。ですから6月初めの時点でこの問題群の勢いは例年の平均的な群の勢いを上回っていました。もっともこの群に対しては東蜂が明らかになった4月上旬の時点で他の群から巣板1枚分の働き蜂を合同させて加勢しました。つまりこの群に対しては相当に手厚い応援をしているわけでして、その上での6月初めの勢いであったわけです。ところがここに来て再び勢いに陰りが出てきました。右側が今問題にしている群の一番有害胞子がついている巣板の面です。他方で左側は先週に産卵を行っていることを確認した新しい女王蜂の巣箱で一番有害胞子がついている巣板の面です。有害胞子とは巣房に蓋がついている幼虫やさなぎ、主にさなぎです。2つの巣板の格差は明らかです。新しい女王蜂の巣箱の巣板には今問題にしているあまりパッとしない女王蜂の巣箱の巣板と比べて何倍もの数の有害胞子がついています。この格差の原因は一体何なのでしょうか。そもそも交尾飛行を終えたばかりの新女王蜂には勢いがあります。それに対して問題群の女王蜂は羽化してからすでに1年近く経過しています。問題群の女王蜂も過去交尾飛行を行った直後には精力的に産卵していました。ただ当養蜂場には後からまた出てきますが、羽化後3年経った時点でも未だに旺盛に産卵している女王蜂がいます。それは問題群の女王蜂の母親の女王蜂です。それと比べると問題群の女王蜂は産卵能力の面で資質がやや劣っているように思います。では春先に東蜂の被害に遭ったことが未だに尾を引いているのでしょうか。こういうことはもしかしたらあることなのかもしれませんが、東蜂の被害からすでに3ヶ月経った時点で、しかも今から1ヶ月前には勢いを回復させたにもかかわらず、再び東蜂の苦い思いがトラウマとして蘇ってくるというようなことが果たして実際にあるのでしょうか。仮にそういうことがあるとしたならば、それは一体どのようなメカニズムによるものなのでしょうか。またもう一つ考えられるのは、10日ほど前に私たちが行った採蜜の影響です。その時巣板から蜜を絞り取ってしまったことが女王蜂の栄養状態に悪い影響を及ぼして産卵が滞る結果につながってしまったのでしょうか。そして今挙げた3つの原因は、仮に当たっているとしてもいずれも女王蜂だけの問題であるのかは分かりません。交尾直後の女王蜂と比べて産卵能力が劣るのも、東蜂がトラウマになるのも、そして10日前の採蜜が女王蜂の産卵能力低下をもたらすのも、いずれも女王蜂だけに問題があるのではなくて、そのメカニズムは明らかではありませんが、働き蜂をも含めたコロニー全体の問題である可能性もあります。
で、また、さらに言うと、問題群の蜂の数の伸び方は、確かに6月に入ってからは思わしくはありませんが、当養蜂場のここ数年の例年と比べて、6月中旬の時点で見るとさほど劣っているとは言えません。別の言い方をすると、問題群の5月の伸び方はなかなかのものでした。しかし、それでも今回私たちは問題群の女王蜂に引退通告を出して、別の女王蜂への交代に踏み切りました。つまり、問題群の女王蜂は端的に言ってクビです。その理由は第一に、例年との比較ではなくて、今年の春の他の群の異常な伸びと比べて、この群の伸びは明らかに劣っているからです。そして第二に、群の伸び悩みは本当の原因は不明ながら、ともかく表面上は女王蜂の低い産卵能力の問題として現れるからです。群の伸び悩みの本当の原因は分かりませんけれども、女王蜂の産卵が少ないことは確かです。そこで群の勢いを回復するための一手として、まずは女王蜂を交代してみるのです。女王蜂を交代するためには別の女王蜂が必要です。その場合、女王蜂を直接どこかから持ってくるのでなければ、女王蜂が生まれてくる大台が必要です。ただ、問題群の巣箱の中にはおあつらい向きの大台が見つかりません。そこで別の巣箱の中にあった大台がついている巣板を問題群の巣箱に移し替えます。しかし、大台がついた巣板を移す前にどうしてもやっておかなくてはいけないことがあります。それは問題群の女王蜂をかわいそうですが巣から取り除くことです。この女王蜂を残したままにしながら大台を持ってくると、女王蜂は自分の地位を守るために大台を攻撃するか、あるいは大台から羽化してくる新生女王蜂と命がけの戦いを始めるでしょう。ですから女王蜂の交代をスムーズに行うためには、現在いる女王蜂をあらかじめ人間の手で排除しておく必要があります。女王蜂を除いた後で、よその巣箱から大台がついた巣板を持ってきて、問題群の巣箱の中に入れます。今の場合、大台付きの巣板の出所になったのは、5月から盛んに立派な大台を作っていた群です。この群からは、5月に9枚の巣板を割り出して、それをもとに3つの新しい群を作りました。6月になって一時期大台が作られない時期がありましたが、最近の1週間の間にまた立派な大台が複数個作られるようになりました。そうした大台がついた巣板を1枚選び出して、それを問題群の巣箱に入れたのです。その際、巣板に女王蜂がついていないことをよく確かめました。また、今回移したのは巣板だけでして、巣板についていた働き蜂は元の巣箱に戻してあげました。でなお、5月から大台を作り続けている群の女王蜂は、すでに羽化してから3年経ちました。3年から4年と言われる女王蜂の寿命からすると、かなり高齢の部類です。この女王蜂は2年前のミツバチヘギイタダニの災いを乗り越えた当養蜂場の功労者です。でまた3年目にして依然として多産で、彼女から生まれてくる働き蜂は性格が温厚です。つまり素晴らしい女王蜂です。しかしそんな女王蜂のコロニーでもう1ヶ月以上にわたって次から次と見事な大台が作られているということは、そろそろ周りの働き蜂が現在の女王蜂の交代を視野に入れた動きを始めているということなのでしょう。先ほどの女王蜂の交代は人間が介入して行おうとしていたことですが、今の場合の女王蜂の交代は女王蜂の高齢化に伴う自然の流れの中で蜂たちが自主的にやろうとしていることです。そうした流れをこれ以上邪魔してはいけませんので、今回は立派な大台がついた巣板を1枚巣箱の中に残すことにしました。ですから大台がついた
巣板は2枚あったわけで、そのうち1枚は問題群に与え、残りの1枚は元の巣箱に残したのです。はい。今回は女王蜂の交代をテーマにお話ししました。一つは伸び悩んでいる群に対する刺激として人為的に行った女王蜂の交代でした。で、もう一つは女王蜂の高齢化に伴う自然の流れの中での女王蜂の交代でした。これらの結果がどうなるかは今後続報を出しますので、結果が気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、高評価や動画のシェアでも応援していただけると幸いです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。